ちは、岡山です。今日はデンマークのハンドボール事情について話していこうと思います。後半はこの前アンダー19のトップリーグの試合観戦に行ったので、その時に撮った動画を少し流したいと思います。デンマークに来てちょうど2ヶ月ぐらいで、僕自身まだ学びながらなんですけど、今んとこ感じてる日本との違いについても触れていこうと思います。今回動画で話すにあたって、いつもハンドボールのことについて結構教えてくれる友達のアスガーにいろいろ聞いてきました。まずデンマークでのハンドボールの位置づけについて話していこうと思います。デンマークではハンドボールが国技とされていて、実際にデンマークの人にどんくらい人気なのか聞いてみたところ、一番人気のスポーツがサッカーで、その次がハンドボールっていう感じです。約 1.5 倍ほど。はい。Is it for YouTube? Yes. Can we say hi? Hello. It's Friends Weekend and I have my friend. Hello. We're going to lunch. Hi. 日本だとハンドボールやってない人は、まずハンドボールを見に行ったりしないし、ハンドボールのルールやポジションのことについては大抵の人がわからないと思うんですけど、デンマークはハンドボールやってない人もハンドボールの試合を見に行くし、ハンドボールやってない子とハンドボールの話をした時にポジションやルールについての理解があるなっていう風に感じています。デンマークでは子供から大人まで地域のクラブに所属してハンドボールするのが当たり前で、学校の部活じゃなくてクラブに所属してハンドボールするのが日本と大きな違いかなって思います。どの町にもハンドボールができる体育館があるイメージがあります。日本のハンドボールやってる人の人口が約9万弱なのに対して、デンマークのハンドボール人口が約11万5千人。で、数字だけ見たらちょっとだけの差に感じるんですけど、ハンドボールが国のスポーツとして根付いてるかどうかっていう点に関しては結構差があるかなって思います。次にデンマークのハンドボールのリーグの構成について話していこうと思います。デンマークのハンドボール情報については、デンマークのリーグのアプリがあるので、それでいろんなカテゴリーの試合の情報などをチェックできます。まずトップにリーガエンというプロリーグがあって、その中には14チームのプロチームが在籍していて、ゲオゲやオールボーなどの強豪クラブも在籍しています。で、その下に、ファーストディビジョン、セカンドディビジョン、サードディビジョン、デンマークシリーズ、デンマークシリーズ1、デンマークシリーズ2、デンマークシリーズ3という合計8個のリーグが存在しています。先ほどお話したようにリーガエンにはプロ選手がいるんですけど、その下のファーストディビジョンにもセミプロの選手が在籍しています。こんな感じで上から下までつながりがあるのがデンマークリーグの特徴で、もちろん毎年リーグ戦の結果で昇格降格があります。日本の大学リーグに近いような形をしているかなって思います。日本との比較なんですけど、日本のトップリーグはリーグ H で、それ以外にも各地域に社会人リーグがあるんですけど、リーグ H とそれぞれの地域のリーグにつながりがないのが特徴です。リーグ H は昇降格がないので、そこもデンマークのトップリーグとの違いがあるかなって思います。あと最近は日本でもプロ契約の選手が増えてきていると思うんですけど、まだまだ働きながらハンドボールするっていう実業団の形が多いです。今お話ししたのはシニアリーグの構成なんですけど、同じ感じの構成のリーグがアンダー19、アンダー17、アンダー15にも存在しています。男女ともに同じような構成をしていて、環境が整っています。日本の中学校や高校にはこんな感じのリーグはないので、そこが結構異なってるかなって思いました。僕が結構感じたのは、ユース世代からシニアまで一貫した育成ラインがあるなって思って、一つのクラブが下の世代からシニアまでいろんなカテゴリーのチームを持ってて、トップチームと同じ理念や環境で育つことができるので、選手の成長に一貫性があるのかなって思います。僕の印象としては、トップリーグ以外のディビジョンに所属しているチームの試合も
それぞれのクラブが地域に根付いているので、どの試合に行っても一定数地域の観客が来ているなっていうイメージがあります。あと日本だと中学から高校や高校から大学、大学から社会人で毎回チームを変えないといけないんですけど、デンマークはエスカレーター式に上がっていけるので、社会人になってもハンドボールを続けられる人が多いのかなって思います。この辞める理由がない環境がすごいデンマークのハンドボールの強みかなって思います。次にデンマークのハンドボールのレベル感について日本と比較しながら話していこうと思います。どういうことかというと、僕のイメージなんですけど、日本のハンドボールはトップリーグの選手たちのレベルがすごい突き抜けていて、トップリーグ以外の下のリーグになるとかなりレベルが落ちる印象にあります。一方でデンマークのハンドボールはトップはもちろん強いんですけど、トップ以外の下のリーグもユースの世代もかなり高いレベルにあるなっていうのを感じています。単純なレベルの比較をすると、大学一部リーグのレベルがセカンドディビジョン、リーガエンファーストディビジョン、セカンドディビジョンのセカンドディビジョンに匹敵するかなって思います。リーグ1は上位から下部まで少し力の差があると思うので、ファーストディビジョンからチームによってはリーガエンに匹敵するのかなって思います。今んとこ僕が見た試合の感覚で言ったんですけど、デンマークのハンドボールの性質と日本のハンドボールの性質は結構違うので、かなり比較は難しいかなって思います。今日後半で流すアンダー19の試合はフレデリシアというトップリーグに所属するチームのアンダー19の試合です。僕の学校の生徒にノルウェーから6人ほどハンドボールしに来てる子たちがいるんですけど、フレデリシアのアンダー19のチームに所属していて、アンダー19のトップリーグの開幕戦があったので見に行ってきました。アンダー19といってもかなり体がもう出来上がっていて、もう社会人なんじゃないかなって思うぐらいの力強さがあります。
いかがだったでしょうか。まだまだちょっとデンマークのハンドボールについてわからないこと、知らないことは多いんですけど、今のところ感じるのはハンドボールの才能があるからとか、体に恵まれてるから強いってだけじゃなくて、僕はデンマークの強さは環境にあるのかなって思いました。クラブが地域に根付いていて、子供から大人までハンドボールを続けることができるこの環境が、競技レベルを向上させてるんじゃないかなって思いました。最近日本でも、リーグ H のチームが下部組織を持ってたりするので、そういった形がもっと広がっていったら、日本のハンドボールの競技レベルももっと上がっていくんじゃないかなって思います。次回の動画はトップリーグの観戦動画になります。フレデリシアとデンマークの強豪ゲオゲの試合になります。ぜひまた見ていただけると嬉しいです。